CX5 と CX30 のガソリンモデルを比較します。動画は前半が項目別に比較、後半が CX30 に乗った直後、運転しながら思う点を述べています。比較その1、全体的な特徴が異なります。CX5 と CX30 の関係は上位互換とか下位互換とかいう関係とは思えず、優先されている部分が異なる2台という印象を受けました。古い例えで恐縮なのですが、セダン的に快適性能が高くてゆったり感もある CX5、対してスペシャリティ的というか特別感の塊みたいな CX30。日常的にリアシート使われる方でしたら CX5 一択なのでしょうけれども、そうでなければどちらも異なる良さがあるから比較が楽しいも悩みすぎる関係かと思います。比較している2台は2022年登録の通称後期 CX5、グレードは 20S プロアクティブ、価格は294万円。そして2023年登録の CX30、e スカイアクティブ GE、グレード 20S マイルドハイブリッド、価格は246万円。CX5 と同じプロアクティブに合わせますと268万円です。なので価格差は30万円弱です。どちらもガソリンモデルで形式上は同じエンジン、そして 6AT を搭載した2台です。この2台は動画を多く上げてますのでチャンネル登録して他のも見てください。ということで次いきます。比較その2、乗り心地が異なります。まず分かりやすい乗り心地です。多くの人に好まれるであろう乗り心地と申しますか、人気車らしい乗り心地を提供してくれるのは CX5 です。フロントシートでもリアシートでも動きは落ち着いていて、SUV やミニバンでありがちなぴょこぴょこ感も感じません。という月並みなレビューにプラスして、細かな微振動もよくカットしてくれています。自分たち動画の撮影時は車体にカメラを固定して、可能だったら手ブレ防止機能を切って撮影します。で、微振動が多い車だとね、細かなブレが映像に残ります。運転中は常にカメラ気にしてるんですけれども、CX5 は揺れにくいので撮影が楽でした。あと追加でサスペンション特性から段差を避けやすいので、ドライバー次第で乗り心地はさらにアップ。これ口述します。対する CX30、比べればクーペ的と申しますが、フロントサスペンションは締まった味付けです。リアサスは硬くなくて、とはいってもバタつきは気にならず、綺麗な道では好ましいくらいです。ただ、一定以上の入力があると、ゴクッとね、突き上げがあります。これ、目に見える段差を超えた時ですから、ドライバーがちょっと気を使えば強い突き上げを防げます。見えたら、減速するとか、フロント縮めてリアサス伸ばしてあげるとか、いろいろあるんですけれども、ただ、同乗者いる時はね、神経使ったのも事実です。比較その3、静粛性が異なります。車内フロントシートでの静粛性で言うと、ノイズの聞こえ方に差がありました。誤解恐れず言えば、国産車的な特性の CX5 に対し、輸入車的な特性の CX30。CX5 は期待を裏切らない静粛性で、低い音がカットされた特性と感じました。CX30 は、全然静かなんですけれども、それよりね、特性が中高域がよくカットされるノイズです。本当にね、カットされています。なので聞こえてくるノイズは低域主体。非常にマイルドな音質でタイヤの音もしっかりするけれども、それでも低周波だってね、倍音成分を除去したようなマイルドな音として聞こえます。246万円という価格を考えると高い特別感を受けます。試乗した時はどっちも新しい車でした。なのでタイヤが硬くなってるとかなくて、あと乗車人数も一緒です。静粛性って乗ってる人数や着てる服でも変わってきますから、同じ人が乗って同じ道走ってこのような印象です。そしてどっちが良いかと考えると悩みます。というかね、答え出さなくても良いんじゃないかって気がします。比較その4、内装フロントシート周辺が異なります。どちらもボディデザインから通じるイメージ通りのインパネデザインです。CX5 は力強く穏やかな印象を受けてボリューム感もたっぷり。大きい車イコール高級と考えればボリューム感は質感につながります。着座感もゆったりしています。シートもいいです。CX30 は複雑な曲面がクロスするような優雅さ。メータークラスターからダッシュボード、ドアトリムへの連続するデザインが素敵です。ドラポジもフロントシート優先だよねと思えるクーペ的な着座感。足を伸ばして背もたれ寝かせて、そうした方向で贅沢にね、スペースが使われています。かなり後ろ寄りに座れます。センターコンソールではドリンクホルダーの位置が前か後ろかという違い。
CX5 と CX30 では着座姿勢が違いますから、手の届く距離も違う。このあたり、マツダですよね、やっぱりね。ドライバーの操作性を優先させてくれているはずです。で、実際にね、両者とも操作しやすい位置にシフトセレクターがあります。それから中央のエアコン吹き出し口。CX5 はオーソドックスにリアシートまで風を運びやすい中央についていますが、CX30 は異なります。運転席用、助手席用と分かれていますね。もし、大きな送風口を省くことで実現しているデザインだとすると、何気にね、この凝ったポイントだよねって思います。あと、見えにくい部分、シート座面のクッション質感は CX5 の方が良いと感じました。内装でも、フロントシート周辺に限って言うと、ごめんなさい。30万円安くて、質感同等までいかなくても、同等ぐらいと思えるようなね、良さを感じる CX30 で良いねって思います。コスパ高いですよね。でも、リアシートの使用頻度が高いとなると、CX5 の方が魅力的です。比較その後、内装、リアシート、快適性が異なります。広くて快適なのは CX5。これはもうパッと座るだけで分かるだけの明確な差があります。CX30 は B-SEG コンパクトカーに、ちょっとプラスしたぐらいのリアシートスペースで、加えて走行中の快適性も異なります。CX5 ね、リアシートすごい快適なんですよね。で、CX30 と CX5、ボディ全長で 180mm、そしてホイールベースで 45mm の差があります。ちなみにマツダ3はさらに長くて CX5 プラス 25mm です。なのでマツダ3から CX30 を見ると 70mm 異なる計算です。で、乗降性は筆者の場合ですと CX30 が楽でした。頭上はね、かがむというかもう軽く頭下げるぐらいで、そして足を高く上げることもなくて、さらっとステップを越えて座れます。頭上は SUV 的で、足元はコンパクトカー的なイメージです。で、CX5 はね、少しだけ登るようにサイドシルを越えて入ります。で、これね、知人の子供、一緒に見たときに、登るように入るのをね、喜んでいました。アスレチック的なのかな。比較その6、加速感、減速感が異なります。まず取り上げたいのは、ブレーキ操作に対する特性。自分が好みと思うのは CX5 です。好みが特殊かどうかっていうのはね、他の動画も見て判断してください。CX30 は、マツダにしては初期の機器が少し強いかなという印象です。ただ、ハイブリッドということで、ブレーキブースターなど違いがあると思われます。それで、バイワイヤーみたいな感触は受けなかったので、逆にこれでバイワイヤーだとしたら全然いいです。それからアイドリングストップ。CX30 は停止前にエンジンが止まって、停止前にブレーキを緩めてきたところで再始動することがあります。再始動しないギリギリに抜いて停止できれば滑らかなのですが、ちょっとね、練習が必要でした。で、自分の乗り方からするとね、これ改良してくれたら嬉しいなというポイントで、早ければ2023年の秋か冬の改良で、期待しています。そして加速感。大きく踏んだ時は CX30 の方が軽快もしくは速いと感じました。ギア比は CX5 の方がね、加速型でしたので、使う回転数に差はあれど、そして車重に差があっても体感的には同じくらいと思っていましたが、乗ったらちょっと違いました。で、得意な速度というのはね、あるはずです。あと、わずかなアクセル開閉が続くときは CX5 にダイレクト感を感じて、CX30 は回転をふわっと上下させる瞬間があります。モーターの強調との関係か、限りなくシフトショックをなくすという考えか、もしくは自分が CX5 試乗時に気づけなかったか。あと、エンジン音。同じ形式のエンジンを搭載する2台ですけれども、試乗した2台ですと違いを感じました。CX5 を基準にすると、CX30 は高音域をカットして、中音域を盛り上げたような音質です。これは騒音規制に対する変更とタイミングによるものなのかもしれません。比較その7、ハンドリングフィールが異なります。まず CX5、個性とか強い魅力というより、普通に良いと感じられるのが CX5 のハンドリング。好き嫌いがなさそうで、多くの方が運転しやすいと感じられると思います。また、最初に述べた段差を避けるのが容易という点ですが、ハンドルの利きとフロントサスペンションの沈み方に違和感がなくて、じわっと動いてくれます。なので、例えば段差側のサスを伸ばすとか、そんな運転もしやすいです。総じて、これぞ熟成モデル、これぞ人気モデルと
と思えるフィールです。CX30 の方は個性を感じます。ステアリングギア比とか、回す重さとか、操作に対する反応とか、ギア比がスローでハンドル回す量が多くなるタイプと感じられて、回し心地は重い。これだけ聞けばだるそうなものなんですけれども、反応いいので回す量少なく走れます。試しにグイッと回せば反応良好。頭上を揺らしながらもクッと反応します。また路面からのザラザラをステアリングに伝えてこなかったのは CX30。でも段差などでカコンとした情報を伝えてくれるのも CX30。これパワーステのモーター容量なのか味付けなのか、どっちにしてもね、雑味を省いたインフォメーションは大歓迎です。ここ CX30 らしい魅力と言わせてください。CX30 の方に乗っています。で、これ乗りながら CX5 との比較でね、思うことをもう率直にそのまま述べていきたいなと思います。で、全体的な部分で言いますと CX5 の方がもう弱点を感じられず、そつなく魅力が高い、そうしたね、印象です。なので、どなたにお勧めしても、ああ、よかったって言ってもらえるようなね、そういった良さを感じるのが CX5 の方。で、それと比較すると CX30 の方は、もう少し人を選ぶかもしれないっていったところです。独自性というか、車からの主張が強いというか、そうしたね、ちょっとしたこだわりとか個性みたいなのを感じられるのが CX30 の方です。でね、とっても明確に分かりやすいのはリアシート。リアシートはやっぱりね、どうしても CX5 の方が、スペース的にも、乗り心地とかの快適性的にも、はっきり良くて、ここはね、もう明確です。で、2社の価格差はおおむね30万円ですので、その価格でもうすごく分かりやすく、いい方を選べるのが CX5 だと思います。で、フロントシートにいるとね、もし同じ価格だとしても、どっちか好きな方を選べるみたいなね、その両者同じぐらいのね、魅力を感じます。CX5 は、どちらかというと、ゆったり感とか優しさのある乗り心地で、フロントサスペンションがね、動きやすいタイプの車です。で、ハンドル握っても、もうほんとね、もう何も感じることないぐらい、初めて乗っても、もう乗り慣れた車のように走れたりね、丁寧に切って気持ちよく、もしくはこだわりを持って走るような走り方にも応えてくれますし、そうして良さがあります。で、CX30 の方は逆にフロントサスペンション固めのセッティングです。で、どちらかというとね、リアが柔らかく感じられるような感触で、フロントサスペンションを中心にしてリアが動くような感じですから、フロントサスペンションっていうか、ごめんなさい、フロントシートでの乗り心地はね、少しゴツゴツ感を感じたり、フラット感が高かったり、そうした乗り心地です。で、結構ね、独自性を感じるのはステアリングのあたり。ステアリングギアレシオはもうどちらかというとスローに感じられて、で、重めは重めです。ごめんなさい、回し心地は重めです。どっしりしてるっていうのかな。これが結構ね、中心付近から重いので、それによって直進が走りやすかったり、落ち着きが良くなったりというのを感じられて、結構ね、ここを新鮮に感じました。実はこのね、2023年式の CX30 に乗る前は、もうちょっとね、乗りにくい、もしくは慣れが必要かなというハンドリングを想像していたんですけれども、全然違いました。もうこれ本当、松田様ごめんなさい、 CX30 様ごめんなさいっていうね、気持ちになったぐらいです。不満ないのにプラスしていいところがあります。いいのはね、ステアリングインフォメーション、結構ね、この、段差踏んだ時ですとか、そういうところでね、ハンドルに伝えてくれるわずかな何かがね、あるんですよね。ちょっとしたコツコツっていうのとか、ふっと力が抜けるようなポイントとかがあってね。いやー、これね、すいません。それであと加速感の違い、軽快感があって、伸びやかで落ち着きもあるのは、こっちの CX30 の方でした。同じ形式の PEVPS というエンジンを搭載していて、ギア比がねちょっと違うんですね。CX30 の方が伸びる方のギア比です。で CX5 の方が、トルク型、最終減速比がね、4.6 程度と 4.3 程度で少しっていうか結構大きめに違いがありました。
でこれもあって、で車重差は120キロほど。 CX30 のがね、ロングっぽい感じと、それからね、結構パタパタ踏むような場面に行くとね、軽快なところあって、速さも感じられる、そんな感じでした。で CX5 の方は、PY 型でしたっけ、2500cc のね、こう立派なエンジンありますから、そっちも考慮に入れるとまたちょっと違ってくるみたいな感想になると思います。 CX5 と CX30 を比較すると、どちらも見た目やイメージからの期待を裏切らない乗り味というのが自分の結論です。こっちはこう、あっちはこう、一つずつ比較するのもね、楽しいんですけれども、手っ取り早く考えるんでしたら、見た目そのまんまというのが最もわかりやすいかと思います。それ以上はホームページに記事書いているのと、動画も多く上げているので、よかったら見てください。ホームページ、写真を多く取り入れてまして、動画じゃ触れないような、そのマニアックな点っていうのかな、そういうのも上げていたりもします。あとついでにチャンネル登録もしていただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。